怪物さんとうんちゃんいないのかな。これは私のお話？でも私あの場所で怪物さんに会ったことなんて。あの怪物さん、私の知ってる怪物さんとちょっと違う。ふーん。怪物さんと私どうなっちゃうんだろう。私いい子でしょ。優しい子でしょ。天使みたいでしょ。どうして誰も私を見てくれないの？誰も分かってくれないの？誰も誰も誰も。あれ、私何してたんだろう。どうしてこんなに寂しいのかな。誰も来ないな。私今日は一人ぼっち？ここどこなんだろう。やっほー。怪物さん、うんちゃんいませんか？私ここでずっと一人なのかな。私何か大切なことを忘れてる気がする。思い出せない。でもいた気がするの。とても大切な誰か。もう思い出せない。私の大切な誰か。あれは夢だったのかな。だけど夢でもいいの。
私、行かなきゃ。私、頑張るよ。強くて、優しくて、みんなを守れる子になるよ。そしたらまた、私と、届くといいな。私が割ってしまった、私の人に。あれ、僕いつの間にこんなところに。これはあの時の。一体何が起きてるんだ。今でも彼女の顔を思い出す。硝煙の匂いと、戸を叩いていたのはきっと驚くことではないんだろう。もう一度向き合う機会なのかな。僕の命に何の意味があったんだ。僕の夢はいたずらに人の命を奪っただけじゃないか。何が現実だったのか、どちらにせよあの部屋にはもう戻れない。でも僕ももうあの頃には戻らないよ。この不思議な場所、何のために作られたのか。頭が痛い。息が吸えてない感じがする。この部屋、どういう作りになって。彼もこの場所のどこかにいるんだろうか。僕がここにいる意味が何か。とにかく先に進もう。今は少しの時間も欲しい。
母上、僕は。いいえ、僕が決めることですよね。この病がある以上、未来に僕の居場所はない。それでも進み続けるって決めたんだ。もし僕の夢が叶って平和な世界が訪れたら、手を取り合った人々はどんな素敵なものを生み出すんだろう。はあ、そこで彼がどんな生活を送るのか見てみたかったな。状況の確認が必要。この記憶は私の。不思議な感覚だ。王子がなされたことは確かにこの世界を。もう迷うことはない。メモリから消えていくあの方の表情、仕草、言葉。その度に胸に痛みが走る。これは何なのだ。なぜなのだ。私は最も大切なものを守れず朽ちたただのベクだ。石など得たばかりにあの方は、私は。私の中の灯火、もう二度と消えることはない。もう二度と。この場所の手がかりを得なければ。周囲の状況を分析。情報なし。もしや王子もここへ。なぜ私は今あの方のそばにいないのだろうか。生きる意味、
ない私に意味など。歩みを止めるわけにはいかない。演算で答えが出ずとも、私の進む道はもう。私は王子の望みを叶えられただろうか。だが、あの方が何と言おうとも、私は己の意志を持って己の最後を決めるのだ。いくつかの扉？一体どことつながっている？そういえばこの場所、あの施設の見た目と少し雰囲気が似ている気がする。あんなに残酷なことがあの場で行われていたなんて。あの子の声、匂い、そして温かさ、二度と忘れはしない。ここからは私一人で。復讐はただの自己満足。誰も幸せにならないって分かっているのに。殺す、殺す、殺す。返せ、返せ、返せ。もう耐えられない。一人は嫌。戦いたくない。あの子と静かに生きていたい。私は兵器だ。あの子とも故郷ともしばらくのお別れ。この憎しみを晴らすまでは。確か王国兵を追っていたらこの場に。なぜか義士の調子がいつもよりいい。少し滑らかに動いてくれる気がする。
まるでここはあの時の。意識下の世界。もしそうなら再び私の体は。時間の感覚がない。いつからここにいてどのくらいになるのか。王国、必ず滅ぼさなければならない。なぜ？ああ、そうだ。あの時私は誓ったんだ。この身を全て捧げると。復讐に染められた聖。だからなんだ。私はやり遂げるんだ。最後まで。私の話を聞いてくれてありがとう。でもね、この先お姉ちゃんのことは見守らないでほしいの。全部終わった時、きっとまた会いに行くから。そうやと、あいつはどこに行った？これは人間の夢か？だが、あのチビを、少年は人間の感情はわからん。無力だ、人間は。邪魔する奴らがいるなら、全員ぶっ飛ばしてやればいい。俺は何のために生まれた？俺はなぜ人間になりたい？わからない。わからない。俺はただあの子に会いたい。人間が怪物に生まれ変わる。あの少年は俺を
嘘よね。夢を食わせる約束はどうなった？この場所にも飽きてきた。そうやのやつ。あと5秒で来なければ殺してやる。5、4、あいつが、あの子、今どこに？あの少年は怪物になりたいと願っていた。友達を救う力を手に入れるために。俺には人間の気持ちなどわからない。だが、あの少年のことは、なぜか。俺には、何か思い出せないことがあるのかもしれない。あの子の夢さえ食えればそれでいい。そのはずだ。友達を救う力。怪物にそんなものがあるというならば、いつか俺はなんだこの場所は。一体どうなっている？これは俺の記憶を見せられているのか。まったく余計な世話だ。裏切りには慣れている。今さら傷つくことなど。振り返るのはもうやめだ。ただ進むしかない時もある。敵は殺す。一人残らず殺すから。全部俺が壊すから。もう誰も死なないでくれ。一人にしないでくれ。復讐の後にあるものを
俺に見つけられるだろうか。くそ、出口はどこなんだ。さっさとここから出せ。ああ、うんざりする。いつまで戦い続ければいい。お、今あいつの声が聞こえたような。いや、まさかな。憎んで殺してまた憎んで、それの繰り返しだった。俺は立ち止まらない。どんなに怖くても。戦いの果てに何があるのか。いつか全て終わる時が来るのだろうか。失ったものはもう戻らない。だが俺は生きている。それだけで十分だ。ここどこ？あの白い大きな翼、まるであの場所に行きたい。ただそれだけだった。お姉様。お姉様の大切な場所は私が守るから。どうして私は目覚めたの？もう誰もいないのに。もう全部手遅れなのに。誰か教えて。あの日私泣いてた。笑ってた。それで
どうやってここから出るの？眠くなってきた。また戦えばいいの。私、ここでお姉様の記憶とずっと。不思議だった。あの日、あの研究所でどうして私は目覚めたの？私たち兵器の記憶は受け継がれる。ずっと。あの研究所で見たみんなの結晶、私はずっと覚えてる。私が死んでも終わりはまだ来ない。お姉様の記憶守り続けるよ。うん、永遠に。いつか全部がなくなってもずっと。彼女はどこだ？私は夢でも見ているのか？自由、身を焼くほどに眩しい言葉だ。形を変えて何度も何度も私たちの心は引き裂かれるんだな。私たちをつなぐものが呪いであろうと、その運命に感謝しよう。誰であろうと私たちの心だけは奪えない。希望はついえた。残るは絶望だけだ。騙されていたんだ。世界に、彼女に。この命は無価値。私は無意味。ただ彼女を愛しただけなのに。この残酷な世界で君だけが全てだ。
美しいが寂しい不思議な場所だ。どうすれば出られるのだろう。彼女もどこかで迷っているのだろうか。少し疲れたな。ずっと決められた人生を歩んできた。誰かの思惑通りに生かされていることなど知りもせずに。大層な幸福など望んでいない。求めるのはただ彼女だけだ。自らのために生きる。それが私たちの選択だ。生きることが苦しくとも歩みを止めることはしない。終わりゆく世界の中にも幸せはある。私と彼女の存在がそれを証明したんだ。面用な場所だね。生きている限り過去は追いかけてくる。私も例外じゃないってことさ。どうしてあんたは最後まで。鬼になる方がよほど楽なんだ。私の場合はね。あの子がいなきゃどこにいてもこの世は地獄さ。この世界はあの子に何をしてくれた？奪うだけで与えることなど一度もなかった。この世に価値などない。命に価値などない。いくらでも殺してやろう。恨んでも恨み足りない。100の命を消しても私は満足できないよ。こんな風に静かなのは嫌いじゃない。ここから出る意味なんてあるんだろうか。
これも罰なのかもしれないね。いい加減眠らせておくれ。平凡でまっとうな暮らし、私には過ぎた代物だったね。あの子はいつも私の分まで笑ってくれてたんだ。力なんていくらあっても虚しいものさ。それで手に入れられるものなんてたかが知れている。向き合わなきゃならないんだね。あの子のために、そして自分のために。ようやく分かった気がするよ。あの子が私に何を望んだのか。随分と時間がかかってしまったね。最後まで不甲斐なくってごめんよ。あれ、ここは一体。今のは僕の記憶。彼がいる場所は明るかった。僕は仲間を守れたんだ。戦いはまだ終わらないのだろうか。俺は俺を許さない。誰が許したって絶対に許さない。追い詰めて痛めつけて死んでも呪い続けてやる。だからもう俺を許さないでくれ。何もかも終わりにしたいんだ。こんなことは思い出したくなかったのに。さて、ここから出る方法を探さないとね。あの子もここに来てたりはしないよな。次の戦いもなんとかなるといいのだけど。
少しだけ休もうかな。思い出していたんだ、あの時のことを。僕にはあの最後しかなかったのだろうか。もしも彼と出会いさえしなければ。でもあれでよかったんだ。今さら後悔なんてない。僕はずっと探していたんだ、僕に似た誰かのことを。色のない寂しい場所ね。あ、これは、この記憶は。真実はいつも残酷ね。でも向き合わなければ何も始まらない。私はそれを知っているわ。ある日突然気づくの。これが自分の運命だったんだって。そういう瞬間は誰にでもあるものでしょ。進むと決めたら引いたりしないわ。たとえその道が地獄につながっていたとしてもね。希望も絶望も存在しない。ただ世界を維持するためだけに生かされる。使命も運命も生きる意味もない。胸にあるのは空虚な命。あの人も私も。私、死んでもいいの。自分が思うように生きられるなら。この場所にあの人はいるのかしら。あの人の気配を感じる気がする。はあ、早く会いたいわ。すべて偽りでしかなかったのに、それでも私はあの人を求めてしまうの。
生まれた意味なんていらないわ。必要なら自分で見つければいいだけなんだから。胸にあるのは復讐のことばかり。それが当たり前の毎日だったわ。私たちは駒でしかなかった。世界を維持するためのね。大義のために殉じようと思ったわけじゃないの。私たちのために全てを断ち切りたかっただけ。終わりから始まるものもある。きっと何事だってそうよ。私、幸せよ。思い残すことはないわ。だって最後の瞬間にあの人と見た空、とても綺麗だったもの。未知の場所は胸が躍るな。そうか、娘は。見ているだけは性に合わん。あとどのくらい冒険に出られるか。冒険をやめたら俺ではなくなる。死ぬよりも無意に生きることが恐ろしい。冷たい。さて、こんなところにとどまっていてはいかんな。どうすればここから出られるんだ。力ずくで押し通れるか。さっぱりわからん。娘だったらどう乗り切るだろうか。妻はどうしようもない俺に生きがいを教えてくれた。
娘はくだらぬ俺の言葉を踏みつけ、立派な冒険家になった。息子は俺の心配などよそに元気に成長したようだ。俺には過ぎた家族だ。これでようやく出られる。よし、次はどこに行くとするか。